エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は線画はうまく描けたのに色を塗ったら微妙のような色塗りで失敗する原因を調べてどうすれば上手に色塗りできるか解説したいと思います。この動画で紹介する色塗りの失敗例は、色が汚くなる、色を決めるのが苦手、不自然な影やシワ、ハイライトなどです。時間がない人は動画の概要欄のチャプターから気になるところを見てみてください。お絵かきアプリはグリップスタジオペイントを使います。それでは行ってみましょう。まずは色が汚くなってしまう、濁った色になるといった失敗例です。色の失敗なら一から塗り直さなくても、色の悪いレイヤーを選択して色調補正するだけで綺麗になります。よくある色が汚く見える原因の一つが影の色です。その場合、影と下塗りを同じレイヤーに塗っていると修正が難しくなるので、色塗りに失敗したくない時には下塗りと影のレイヤーを分けるのがおすすめです。下塗りは色塗りの最初に塗りつぶしツールで髪の毛や肌、服などにレイヤーを分けて塗る作業です。下塗りは下地やベースと呼ぶこともあります。下地のレイヤーを分けて作るメリットは、後から色の修正をしやすいことと、影をはみ出さずに塗れるところです。影がはみ出していると雑に見えてしまいますが、影のレイヤーを下地のレイヤーにクリッピングして塗ると、このようにはみ出さずに綺麗に塗れます。色が汚く見える絵の影色をスポイトで拾ってみると、彩度の低いグレーになっています。影といえば黒やグレーのイメージが強いので、とりあえず黒っぽい色を塗ってしまいがちなのですが、このような彩度の低い影色はダークな雰囲気の絵にはいいけど、明るい絵に使うと色が濁って見えるので修正します。絵に使う色はカラーサークルを使うと選びやすいです。カラーサークルの見方は、外側の輪っかが色相で、四角の上下が明度、上が明るくて下になるほど暗い色になります。四角の左右が彩度、右が彩度の高い色、左は彩度の低い色になっています。色塗りに失敗した絵をカラーサークルで見ると、下地はこの色、影は定山レイヤーでこの色です。影といえばグレーでしょって塗ったら暗くなりすぎたという失敗例です。暗すぎず濁らない影色にするには、下地よりも彩度は高く、やや明度は低くして色相をずらす必要があります。下地と影色で色相が同じ絵と色相をずらした絵を見比べてみてください。色相がずれることで絵の色数が増えて鮮やかに見えると思います。肌の影の選び方を簡単に説明すると、下地よりも色相を少し左へずらして、四角は右下へ移動した色を塗ると濁らずに塗ることができます。ちなみに色相を右にずらすと緑色の影になって顔色が悪く見えるので、お肌には左の赤から紫色の影がおすすめです。肌以外の影なら色相は左回りじゃなく右回りでも大丈夫です。ちなみに影レイヤーの合成モードは通常または定山です。どっちの合成モードでも色の選び方は先ほどと同じで大丈夫ですが、定山レイヤーの不透明度が 100% で色が濃すぎるときは適度に下げてください。影の濃さは光を遮っているものとの距離で変わるので、絵の中の状況に合わせて変えてみてください。この絵は人物全体に1枚のレイヤーで影をつけているので定山を使っています。通常にするとこうなってしまいます。色分けした下地ごとに影をつけるなら通常でも大丈夫です。塗った色を変えたくなった時は色調補正の色相、彩度、明度などで調整できます。プレビューにチェックを入れて絵を見ながら調整してみてください。ですが、この絵の影のように彩度が0だと色相を変えようとしてもグレーにしかならないので、別の方法で影の色を変えます。まずは変えたい色を選択するために、下地の色をスポイトで取ってカラーサークルの色相をずらして右下に移動したら、影レイヤーを選択した状態で編集、線の色を描画色に変更で色を変えます。この方法は線画の色を変えたい時にも便利です。色を調整したら絵を小さく表示してちょうどいい色に修正できているかチェックしてみてください。影の色を変えても
色が濁って見える場合にはレイヤーの一番上に色調補正レイヤーを追加して調整した方がいいかも。次は色を決めるのが苦手でなんとなく色を選んで失敗した例です。初心者の塗り方を再現して塗ってみました。初心者っぽく見える色は彩度が高いことが多いです。色相は何でもいいのですが、この辺りの彩度が高い色をたくさん使ってしまうとデジタル初心者っぽい感じになります。解決方法としては彩度の高い右上の色を使いすぎないように注意して四角の右端ではなく少し内側の色を使ってみてください。あと配色で困っている時は1から3色の少ない色数で塗ると簡単にまとまりよく見えます。今日は青系の色にしよう。白とブルーグレー、アクセントは黄色みたいな感じです。少ない色数といっても肌の色や白などは数に入れなくていいです。絵をパッと見た時に青い絵だなぁと思える状態なら大丈夫です。同系色でまとめて目立たせたいところに差し色を使ってみてください。カラフルな絵は実は難易度が高いので色塗りが苦手な人は色数少なめから始めるのがおすすめです。色の組み合わせに悩んだ時は配色で検索すると配色を紹介するサイトやツールがたくさん出てくるのでそちらを参考にしてみてもいいと思います。このようなサイトの配色を参考に3色縛りでイラストを塗ってみると練習になると思います。以前アルコールマーカーでやってみましたが自分では選ばないような色の組み合わせで塗れて楽しかったです。普段の生活で好きだなと思う配色があったらスマホで写真を撮りためておくと色塗りのヒントになるかも。次は影やハイライトの失敗例です。影やハイライトが不自然になる原因の1つ目は光源の位置がバラバラになっているです。影やハイライトを塗るときは光がどのように当たっているのか考えながら塗るのですが、この絵は光の当たり方がバラバラでよく見ると違和感があります。例えばまずここは右上から光が当たっているのにここは左から光が当たっています。このように光源の位置がバラバラだと不自然に見えてしまうのでどこから光が差しているのか意識しながら光源の反対側に影を塗って光源のある方にハイライトを描くと自然になります。光源の位置を忘れそうな人はこんな風に矢印を描きましょう。今回は左上から光が当たっているように修正してみました。影とハイライトを塗るのに慣れてきたら反射光も塗るとより自然になってクオリティがアップすると思います。反射光は影の近くにある色をうっすら塗るとそれっぽくなります。影やハイライトが不自然に見える原因の2つ目は影の形が変になっているです。例えばこの影は服のシワなのですが同じ形の三角が並んでいて不自然に見えます。シワを描くときはゆったりした曲線で同じ形のシワを並べないようにランダムに描いた方が自然に見えます。私は体や布のデコボコに合わせてざっくり塗った後に削っています。服のシワを塗るコツを簡単にまとめると1、柔肌ブラシを使う。筆圧を弱くした時にふわっと薄くなるので塗りやすいです。アニメ塗りの時は投げ縄塗りツールを使います。2、シワのへこみが深いところは濃い影、へこみが浅いところは薄い影。太めのブラシサイズを選んでシワのへこみが深いところから浅いところへ向かってシュッと払って濃淡をつけて塗ります。3、シワの形からはみ出た影色を消す。布が盛り上がったところをなぞる感じで消します。4、2よりも暗い色をシワの深い場所に塗るです。あとシワを細かくたくさん描いたり影の端をぼかすとリアルになりすぎて絵柄によっては変に見えることがあります。自分の絵柄に合わせて影やシワを簡略化してください。服のシワは慣れるまで想像で描くのが難しいと思うので写真の影をよく観察して練習してみてください。模写した絵は SNS などネット上にアップしないように注意。自撮りの場合は問題なしです。練習で影やシワのパターンを覚えられると写真を参考にしなくても描けるようになります。影やハイライトが不自然になる原因の3つ目は目立ちすぎる紙のハイライトです。ハ
ハイライトは前髪の中間から上ぐらいにある光が当たってツヤツヤした部分なのですが、光だからといってこのように真っ白で塗ると髪の色との差が強すぎて目立ちすぎてしまいます。絵によっては顔よりも髪に目がいってしまうので、白でハイライトを描いたとしても不透明度を下げるなどして髪色との差を少なくするのがおすすめです。ハイライトを描くのが苦手な場合にはハイライト用のブラシをダウンロードして使ってみてください。というわけで今回は色塗りで失敗する原因と解決方法を紹介してみました。線画はうまく描けたのに色塗りすると上手に見えないとお悩みの人はよかったら参考にしてみてください。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。